はい、どうもです。ついにですね、10日間のサバイバル生活がね、終了しましたね。ということで今日はですね、サバイバルの後日談みたいなのを話していこうかなと思っております。ラジオ感覚で聞いていただけたらなといったところで、今年はコロナ禍でなかなか暗い年だったと思うんですけども、2020年最後ね、終わり良ければ全て良しっていう言葉もありますし、12月、俺が盛り上げて、皆さん楽しんでいただいて、少しでもいい気分でね、2021年1月1日を迎えられたらなという思いでね、始めたんですけども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？これは半分ぐらい建前で、俺自身がシンプルにサバイバルに行きたかったっていうのもね、ありますけどね。で、何から話そうかな。実はね、俺、マサルってね、名乗ってるんですけども、これね、良い子の浜口マサルさんからね、名前取ってて、本名じゃないんですよ。そんぐらいね、僕、良い子の二人が好きでですね、もう幼稚園の頃からね、ずっと黄金伝説が好きで、小学校2年生の時からずっと魚好きしてるんですよ。そっからすっごい海が好きになって、そのまま大学もですね、東京海洋大学っていう、もう、海系を学ぶなら超名門。ちょっと、言い過ぎた。海のこと学ぶならここかなっていうので、大学に通って、で、そっからですね、離島に移住して漁師をやっているっていうような、僕の人生の流れがあるんですけども、俺の人生とサバイバル生活っていうのかな。もうほんと切り離せないぐらいの感じのものなんですけども、ついにね、満を持してのチャレンジっていう感じだったんですよ。もう本当にね、楽しみすぎて、前日寝れなくて、寝不足の状態で1日目始まったんですからね、実は。このマサルとかで名前使ってるんですけども、良い子のお二人とは何の接点もないんですけどね。でもいつか会いたいよな。でも会ったらね、俺もう緊張して喋れないと思うな。いやー、会わない方がいいな。で、そんな感じでね、サバイバル生活始まったんですけども、始まって、一番最初に気づいたことは、知識と実践のここの隔たりってすごいなっていうのをね、めちゃくちゃ感じましたね。これをこうすればこうできるみたいな感じの知識とか、めちゃくちゃ入れてきてたんですけど、全然何もできない。全部がね、めちゃくちゃね、ハードモードでしたね。やっぱり知識入れるっていうのは別に手を動かさなくてもできるし、誰でもできる簡単なことだと思うんですけど、やっぱり実践ってめちゃくちゃ重要なんだなってね、すごい思いましたね。で、サバイバル中ね、気づいたことたくさんあるんですけども、その中でもね、一番驚いたことが、めちゃくちゃしんどかったんですけど、めちゃくちゃ幸福度高かったんですよ。あんだけ苦しいことしてるのに幸せだったんですよ。すごくないですかこれって。で、それをですね、俺なりになんでこんな幸福度高かったんだろうっていうのをね、分析してみたんですけども、大きく分けてね、3つあるなと思って、1つ目がですね、シンプルにね、幸せを感じる機会が多いんですよ。例えばさ、普通に生活してたら、蛇口をひねれば水出てくるじゃないですか。その水を飲むことに対して、別に幸せに感じることってないと思うんですけど、サバイバルしてると、本当に水っていうものが貴重な存在になって、株が飲み物なのかどうか、今となったらよくわかんないんですけど、株っていう水分を飲んで、そこに対してえげつなく幸せを感じられるんですよ。普段だったら多分罰ゲームでも、いやちょっと株生でそんなかじるのしんどいわぐらいだと思うんですけど、そこに関して幸せに感じられるし、ボウフラが湧いてる水たまりの水を飲んでも幸せを感じられると。で、さらに言えば、普段食事なんてさ、簡単に取ることができて、ここに対していちいち幸せなんてなかなか感じないと思うんですけど、こんなちっちゃい貝を2日目にようやく食べたと思うんですけど、これを食べるだけでものすごい幸せを感じられるんですよね。そう、だから実は本来俺たちってただ水を飲むだけでも幸せに感じることができるし、火をつけることに関しても、例えば食事をすること、人と話すこと、あったかい布団に寝ることとか、そこに関して一つ一つに幸せを感じる機会っていうのは眠ってるんですけど、今の時代豊かになりすぎちゃって、っていうか豊かになりすぎた結果、その幸せを感じる機会っていうのが奪われてるなってね、思いましたね。だからといってね、苦しい環境に戻りたいとはね、思わないですけど、すごい染みるものがありましたね。今、生きづらい人とか、漠然と満たされないなと思ってる人は多分、外的要因、例えばタワーマンションに住んだりとか、贅沢したりとかさ、しても多分ね、満たされないんだろうな。満たされても一瞬なんだろうなってね、思いましたね。外的要因に求めるっていうよりは、一つ一つに幸せを感じる場所があるんだから、そこを感じられるように頑張ってみたらいいんじゃないのかなとかね、思いましたね。幸せを感じられるポイントが多いという、これが一つ目なんですけども。で、二つ目ですね。サバイバル中って、目的が、
生きるっていう、この一点だけに絞られるんですよ。これがね、めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かったですね。やっぱり今生きてたらさ、いろんなことを同時進行でやっていかなきゃいけないと思うんですけども、それってね、結構ね、精神的疲労がね、すごいんだなって気づきましたね。めちゃくちゃ良かった。このギュッと一点だけに集中できる環境、めちゃくちゃ良かった。生きるっていうことに関して、もう今だったらさ、そんな苦労することでもないじゃん。もうなんか息を吸うように生きてられるようなぐらい豊かになってて、で、そこに対してありがたみを感じたりとかはなかなかできなくなってるんですけども、この生きるっていうことに集中するのってすごく良かったですよ。で、3つ目なんですけども、シンプルに太陽をめちゃくちゃ浴びながら体を動かすのがね、良かったですね。これがね、めちゃくちゃ健康的でした。すごく良かった、これも。そんな感じでね、すごいね、幸福度高かったんですよ。もちろん肉体的にはすごいしんどいですよ。でもね、サバイバル生活中、意外とね、幸せだったんですよ。でさ、サバイバル終わったと気になりません？でね、俺はね、2、3日ぐらい寝込むんじゃないのかなって思ってたんですよ。戦った後のルフィみたいな感じでさ。これがね、意外だった。サバイバル終わって、唐揚げ食べに行ったじゃないですか。で、その唐揚げ食べに行った後に、家帰って寝ようとしたんですよ。で、ベッドに乗っかってさ、さあ寝ようと思ったら、寝れないんですよね。もうベッドっていうもので回復しちゃって。で、なんだったら、店で飯をガンガンに食って、背もたれなんてサバイバル中一回もなくて、車の背もたれにこうやって腰掛けてるだけで、体力だいぶ回復しちゃって、結局、寝れなくて1時間ぐらいベッドの上でゴロゴロしてて、で、そしたらもう体力完全に回復して、で、そのまま夜までずっと動いて、で、その後ね、焼肉行ったんですよ。焼肉行って帰った後もまだずっと動いてて、さすがに11時ぐらいになって眠くなってきたなと思って、こっから1日ぐらい寝るんだろうなとか思って、で、寝たら、次の日朝5時半に目がバッキバキにね、覚めてしまって、もう寝れないんですよ。元気になっちゃってて。で、5時半に起きて、動かなきゃどうしようもない気持ちになっちゃって、ずーっとね、そのまま夜まで動いて、で、また寝て、で、その次の日も、朝6時ぐらいに起きたかな。ずーっと動いて、夜まで動いて、そっから1日寝ました。面白くないですか？で、サバイバル終わって、衰弱するのかなって俺は思ってたんですけど、超元気になった。めちゃくちゃ健康的だったね。しかも、その後3日間動き続けて、そっから1日寝込むっていうのもなんかちょっと面白いなと思って。なんかね、意外だった。本当に。でね、そこまではね、なんかね、良かったんですよ。こっからは YouTuber としての話になるんですけども、サバイバルを始めた11月3日と合わせて活動休止の動画をね、出してて、11月はね、俺活動休止してたんですよ。それがですね、なかなかの大事になって、なんかもうすごいネットニュースとかでも取り上げられたりとか、リスナーの方々をもうものすごい心配させてしまったんですね。で、ここで、リスナーさんたちを納得させるためには、もう俺はクオリティで黙らすしかないんですよ。それだけに、編集のプレッシャーがね、ものすごかったですね。普段はね、俺の優秀な編集者にね、投げてるんですけども、サバイバルがね、俺が編集したんですよ。そのプレッシャーもあるし、その、無から有を生み出す時の、これがね、マジでね、精神的に良くないと思いましたね。サバイバルとはね、真逆ですよ。こうやって座ってやってるだけなんで、肉体的には何の疲労もない。全然しんどくない。けど、気が狂いそうでしたね。正直。活動復帰の動画で、ただいまっていうタイトルの、49秒ぐらいの短い動画があるんですけども、あの動画でだいたい編集8時間、9時間ぐらいかかってて、サバイバル1日目に関しては、1週間ぐらいずっと編集してましたね。1日目だけで何十時間かかってんだろうっていうぐらいのレベルでね、編集してて、もうね、気が狂いそうでしたね。最初、サバイバル1日目ね、プレミア公開したんですけども、怖かった。本当に怖かった。もうなんかそんな研修してるとさ、何が面白くて何が面白くないのかとかもうようわからんくなってきて、これで大丈夫かな？でも、こうするのももうなんか良くない気もするしな。ここで行くか。これで出そうみたいな感じで出してるから。怖かったね。でもね、やっぱりね、そんだけ時間と思いをかけて作ったんで、なんかその1日目とか2日目投稿して、他のチャンネルの名前を出したらね、あんまりよろしくないから出さないけども、あれの介護官だとかさ、あれより全然面白くないとかさ、しょうもない。なんかいろいろとさ、そういうコメントもさ、たくさん来て、何もしないやつがさ、分かってる、俺ももっとうまくできたなとか、けど、なんかそういうのとかがね、来て、なかなかね、それも精神的にね、しんどかったですね。気が狂うぐらい編集に時間かけて、気が狂うぐらいのサバイバルしてきて、なんで俺こんなこと言われてんだろうとか、思ったけど、そいつらすらも黙らせようと思って、
そっからも編集ね、頑張って、なんとかね、10日間やりましたよ。まあでもね、結局ね、そういうコメントにムカつくのって、ある程度的を得てるからだよね。正直今回ね、悔しかったことも多いし、中途半端だった部分も多いんで、これから1年間修行して、また来年末にね、ちょっと出してやろうかなと。ちょっと考えてるところですけども。はい、ということでね、あんまり話がまとまってないんですけども、とにかくね、もう本当にね、もう10日間で最後まで見てくれてありがとう。本当にね、不安だった。怖かった。だし、まだまだ悔しいところがたくさんあったし、もうなんかいろいろでしたよ。はい。ということで、今回はね、こんな感じで終わらせていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。